こんにちは、市川ファームです。今回は、リトルミッシー、リトルフロッチ、ミルキーウェイの品種紹介をやっていこうと思います。まず、リトルミッシーから。リトルミッシーは、うちでは販売名リトルミッシーでやってるんですけど、本当はクラスラのペルシダマルギナリスの斑入りの方の品種になります。こっちはペルシダマルギナリス。この品種の特徴としては、冬寒さに当たるとこのステッチってみんなよく言うんですけど、葉の縁に赤い点々が、こっちもです。こっちはあんまり赤くはないのかな。この赤いステッチが人気のある品種です。市川ファームは静岡県の浜松市にあるんですけど、4月に入って最高気温がもう20度くらいとかの予報が出てて、これからどんどん暖かくなってきて、この品種はミルキーウェイもそうなんですけど、ちょっと群れに弱くて、今ちょうど3月4月くらいまでこういい環境にあったやつはモリモリしてる状態の株が多いと思うんですけど、調子よく育ったやつほどこれから気温が上がった時にこの中で菌が発生して病気になることが多いので、すごいいい感じに見えてるんですけど、この時期にこうもっと風通しを良くしてあげないと病気になっちゃいます。で、ミルキーウェイの特徴としては、これもまあ同じように今の時期こうもりっとした株になってるやつ、うちちょっと今小さい株しかなかったんですけど、もりっとしてたら中で菌が発生しやすい品種です。で、冬にはこんな感じでちょっと綺麗な株がなかったんであれなんですけど、いい色にこう紅葉します。で、これはこのリトルミッシーほど暑さとか蒸れに弱いっていうこともないんですけど、油断していると同じような白絹病っていうのにかかって全部ポロッと落ちたりしやすい品種です。今の時期やっぱり白絹病になるのを防ぐために、市川ファームとしては今いい状態でこう綺麗だなっていう風な状態でも20度を超えるような地域では、風当たりのいい場所に置いて、様子を見ながらできるだけこう株に負担のない状態を作ってあげたいので、切り戻してあげることをおすすめします。今から夏越しのことを考えると調子を崩させたくないので、一回調子を崩しちゃうとやっぱりもう株自体の力が弱くなってしまうので、なるべくいい状態をキープして夏を越させて9月10月にこう枯れるとかっていうことをなくしたいので、これくらい、もうちょっと伸びたらこう8回りくらいで切ってあげるっていうのが一番調子を崩させない育て方になります。これくらいでちょっとすればまた同じように綺麗になってくるので、それを繰り返してあげるのがこう調子のいいまま夏を越させるっていう方法になります。リトルミッシーはそんな感じです。で、リトルフロッジ、こっちはリトルミッシーよりはちょっと強い感じがするんですけど、やっぱりこんくらいまではいいんですけど、もっとモサモサして伸びてる状態のやつは同じくらいに切ってあげるのがいいと思います。
この動画切ってばっかりですよね。はい、これでこれもそうなんですけど、もう一個のコツとしては、水を切りすぎないっていうのと、あと肥料も切りすぎない方がいいです。どんどん新しい芽をやっぱりこれで切っちゃうんで出してほしいので、水もまあ乾ききる前にあげれると一番いいです。肥料も伸びた状態で切れてると真ん中の方の葉っぱが落ちちゃうので、肥料もなだらかに効いてる状態をキープしたいです。なんでまあでも今の時期にある程度追肥してあげて、真夏はまあ様子を見て、真ん中の方の葉っぱが落ちてなければそのままで、ちょっと肥料が足りないなと思ったら涼しい時に追肥なんかをしてもらえるといいと思います。まあこれミルキーウェイもほぼ同じ感じで大丈夫です。あとさっき言った白絹病なんですけど、こういう込み入ったところで気温が上がってきて湿度も高いと出やすいんですけど、白絹病が進んでくるとぐちゃぐちゃっとして腐っちゃうんですけど、そのぐちゃぐちゃっとせずにしっかりした状態のやつなら水でジャーッと流して風通しのいいところに置いてあげれば消える時もあります。なんで早く発見できた場合はそんな感じで一回やってみてください。はい、まとめになります。今回はリトルミッシー、リトルフロッジ、ミルキーウェイの品種紹介をしました。この品種たちの注意点は、濡れに弱くて白絹病に良くなります。で、あと、育て方としては、風通しのいいところで水を切らしすぎない、伸ばしすぎない。肥料は効かせすぎず切りすぎない。あと冬は軒下。これはリトルミッシーとリトルフロッジーは霜に当たると溶けちゃいます。はい、ミルキーウェイは浜松くらいの寒さだと、今年の寒さくらいだと外でも全然大丈夫でした。だけど強い霜とか雪には当てちゃうとちょっと溶けちゃうと思うので用心してください。あと市川ファームではこの品種は冬以外は屋根のないところで育ててます。雨ざらしです。とにかく風通しと早めのカットが大事で、ちょっと夏越しは難しい品種になるんですけど、秋冬は紅葉が綺麗な感じになるので頑張って育ててみてください。ご視聴ありがとうございました。